皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道においては、細かな点については取り上げてくれなくなりました。ぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。戦況を解説する地図は、戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分が、ロシア軍が占領しているウクライナ領。水色の部分が、ウクライナが制圧しているロシア領です。全体の傾向としては、ウクライナ軍はクルスク州における制圧地域を維持し、一方においてロシア軍はウクライナ東部戦線における攻勢を行っています。南部戦線においてはほとんど変化がありません。ウクライナ軍、ロシア軍双方の遠距離攻撃、主だったものは今回のところ報告されていません。なお、黒海沿岸、ロシア軍の黒海艦隊は現在クリミア半島からロシア領へと避難しています。クリミア半島の先端、セバストポリが本来の黒海艦隊司令部なのですが、ウクライナ軍のミサイル攻撃などの射程範囲内であることから、もはやセバストポリにロシア海軍の主力はいません。ノバロシスクに避難した黒海艦隊なのですが、そこにもウクライナ軍の水上ドローンの追撃戦が行われたようです。ただし、待ち構えるロシア軍艦艇からの銃撃によって水上ドローンが破壊されたことにより大きな被害は出なかったとの報告が今のところ上がっています。ウクライナ軍の水上ドローン開発が進められ、ロシア領へと引っ込んだ黒海艦隊も今のところ射程圏内となっています。ただ、ここに到達するまでの間にロシア軍のヘリによる銃撃で破壊されることもあり、対空ミサイルを搭載した水上ドローンの登場が必要でしょう。それぞれの戦域における詳細、クルスク戦域、コレノボ周辺での両軍の戦闘が激化しています。一時はウクライナ軍がコレノボを制圧しようとしたのですが、包囲する前にロシア軍の援軍が到着し、集落を制圧するには至りませんでした。その他ウクライナ軍は、スジャンの北もしくは北東に向けての進軍をある程度進めたようです。ただし、現地からの報告によれば、ウクライナ軍は砲弾の使用制限に頭を悩ましているそうです。以前に比べるとウクライナ軍に対する砲弾の供与数は安定しています。しかし、戦線それ自体、クルスク戦域は新たな場所となっていますから、その分、消費量は増加することとなります。そのため、従来通りの砲弾供与では、現場ではもっともっと必要だという声が上がっています。一方、東部戦線、最大の激戦地であるポクロウシク戦域、戦争研究所の発表しているマップにおいては、丸が付けられているところが激しい戦闘が行われている場所です。この地域における戦域マップでは、そのほとんどの箇所に丸が付けられており、連日のように激戦が繰り広げられていることが示されています。ただし、これまでポクロウシクにどんどんと迫ってきたロシア軍の動き、これはウクライナ軍の方に援軍が入ったことにより、戦線は完全に安定し、一気にロシア軍がポクロウシクになだれ込むといった様相ではありません。しかし、突出部分のその側面部分において危険な箇所が生まれています。地図の中で星印をつけました。この部分については、ウクライナ軍が包囲される危険性があり、撤退の危険性が高まっています。ウクライナ軍の方に多くの兵力があれば、突出部分の根元を切り抜くことで包囲殲滅するといった作戦も考えられるわけですが、残念ながら、それほどの戦力はウクライナ軍の方にはなかなかなさそうです。続いて、ウクライナ情勢に関連するニュースを2つ取り上げていきましょう。まず第一に、ロシアの動きとしてアメリカで世論工作のための資金投入が行われています。そして、ウクライナ情勢に大きな影響を与えかねないトランプ氏のロシア制裁の緩和政策について取り上げます。まずはロシアによるアメリカの世論工作、アメリカ右派インフルエンサー、ロシアの工作に加担化、メディア企業を投資、アメリカの SNS で人気を集める右派のインフルエンサーたちが11月のアメリカ大統領選などに影響を及ぼそうとするロシアの工作に加担していた可能性がこのほど公開された法廷文書から明らかになった。文書によると、ロシア国営メディアの幹部らからアメリカ南部テネシー州に拠点を置くメディア企業に約 14.2 億円近い資金が流れていたことが分かった。ロシアの幹部2人に外国の代理人として不正に活動しようとした共謀の疑いと資金洗浄の疑いがかけられている。このアメリカ企業は著名な右派の論客をコメンテーターに集めたテネットメディア。コメンテーターはロシアの利益になる保守的な主張を広めることで、ロシアから多額の報酬を受け取っていた。司法省によれば、本人たちに自覚はなかったという。テネットメディアは昨年、異端のコメンテーターが
政治、文化の問題を扱うメディアと称してスタートした。コメンテーターと同社の契約は個人によって異なるが、幹部らの起訴状によれば、動画制作の報酬として毎月5700万円を受け取っていた例や、契約金1400万円が支払われた例もある。起訴状によると、ロシア国営テレビ RT がコメンテーターのファン層を使ってアメリカ国内の対立を煽ることを目的に資金を流し、具体的な指示を出していた。ウクライナ侵攻をめぐり、ロシアの国益に沿った情報を広めるよう働きかけることもあった。所属しているインフルエンサーは先月のライブ配信でアメリカの最大の敵はウクライナだなどと発言していた。ただし、コメンテーターらはいずれもロシアから資金が出ていたとは知らず、自分たちは被害者だと主張している。どの国においてもそうなのですが、極端な意見を述べる人というのは当然います。右派、左派、そして極右、極左といった具合にして、意見というものは非常に幅広いものです。そして、ある特定の人たちにとって都合の良い意見というものを言う人たちもいます。それは何も育成されてそうなったわけではなく、自然にそういう意見を持つ人というのも当然いるわけです。この場合であれば、ロシアにとって都合の良い人たちというのが存在し、その人たちに対する活動しやすい環境を整えることによって、大いに活動を盛り上げて、それが拡散されれば、ロシアにとって都合がいいなというような考えがあったわけです。例えば日本においても、ロシア支持者の人たちがいます。それは何もロシアからお金をもらってそう考えているわけではなく、そう考えている人たちがすでに存在し、後からロシアが目をつけてお金を注入すれば活動が活発化するなというような構図です。アメリカにおいても同様なことがあります。アメリカ国内においては、トランプ氏がウクライナ支援に対する税金投入は全くの無駄遣いであるといった主張を行ったことから、彼の支持者の中からもその考えに同調し、ウクライナ支援に反対する人たちがいます。また、ロシア自身もプロパガンダを積極的な活動として行っていますから、それらにひょっこり騙されて完全に染まり上がる人もいます。例えば、ウクライナのゼレンスキー大統領は、かつてはお笑いタレントでした。しかも、ロシアで成功しました。そのため、一財を成したわけですが、そのことを知らない人の中には、ロシアによるウクライナ侵略が始まるそれよりももっと前、ゼレンスキー大統領が芸人時代に購入した不動産物件などについて、ウクライナに対する各国からの支援をポケットマネーとして奪って私腹を肥やしているといったような紹介をする人もいます。その偽情報の中にはあまりにもずさんなものとして、イギリス王室が持つものを、これはゼレンスキーの持ち物だというような紹介をして、その豪華絢爛さから騙された人たちがウクライナ支援になんてお金の無駄遣いだというふうに同調する場面などもあります。これなどは当然のようにすぐにフェイクニュースだとバレるわけですが、バレたとしても気にしないというのがプロパガンダの一つの特徴です。騙される人が100人に1人でもいればそれで OK という考え方です。実際そのような騙された人たちがインターネット上で集まって一つの輪を作ることがあります。しかも間違っていますよと言われれば言われるほど、あなたたちの方こそ間違っている、騙されているんだといった具合にして非常に意固地になるという傾向も同時に存在します。同様の例かどうかは分かりませんが、日本でもロシアからの資金注入がされたという話は今のところ見つかってはいませんが、それは見つける手段が日本側にないからだけかもしれません。日本には対スパイ法がありませんし、また傍聴機関として本格的なものが稼働しているわけではありません。そうした状況の中において、国会議員の中にはまさにロシア支持者の人たちがいますし、また元自衛隊の幹部だった人の中にもすっかりロシア支持者になっている人もいます。今年行われた東京都知事選挙に出馬した鴨上氏などはまさにロシアのプロパガンダを全て受け入れて、ここ最近では活動しており、完全に仕上がっています。それもロシア側の資金注入があったかどうかといえば、おそらくはない状態ですっかり騙されてしまった人でしょう。こういったちょろい人たちをさらに活動を支援しようという動きがアメリカで行われているわけです。今回は摘発された事例だったわけですが、当然のように摘発されていないものもたくさんあることでしょう。アメリカにおいてはスパイを捕まえるための機関、法律、そして人員などもあるわけですが、それでも活動しているわけですから、日本においてはもっとひどい状態だと考えた方が良いでしょう。アメリカの大統領選挙、バイデン大統領が出る場合においては、ほぼトラだろうなどというふうに言われていました。現在のところ、バイデン大統領が出ませんよとなり、ハリス氏に
大統領選候補者が変わりました。これによって選挙結果もどうなるかについては実際にやってみなければまだまだわからない情勢です。しかしトランプ氏がどのようなウクライナ政策を持っているかは非常に警戒しなければならないと私は見ています。トランプ大統領、対ロシア制裁の行使を最小限に抑える計画を発表。アメリカ大統領候補ドナルド・トランプ氏は世界の基軸通貨としてのドルの地位を守るためロシアに対する制裁も含め制裁政策の利用は最小限に抑えるつもりだと述べた。トランプ氏はニューヨーク経済クラブの代表との会合で意見を述べた。トランプ氏はロシアに対する今後の制裁政策はどうなるかとの質問に対し、制裁の問題は結局ドルを殺し、ドルが象徴するものを殺してしまうことだ。ドルが世界通貨であり続けるためには必要だ。世界通貨としてのドルを失ったら、それは戦争に負けることと同じだ。これにより我々は第三世界の国となるだろう。そしてトランプ氏は制裁は最小限に留めたいと結論付けた。トランプ氏の対ウクライナ政策、前回の動画においては、原油価格を大幅に引き下げるような政策をとって、ロシアの軍事経済を支える石油収入源を断つといった作戦を述べていました。その手法としては、アメリカ国内におけるシェールオイルをどんどんと掘って、アメリカ国内の需要を満たすだけではなく、世界へとこれを輸出し、世界市場全体に対する原油価格下落圧力を加え、石油1バレル40ドル以下、35ドル、30ドルといったものを一時的でも作り出すといったことを一つの交渉材料として、ロシアに戦争をやめさせようという考えを述べていました。なお、この件については動画の中でもちょっとそれ大丈夫かなという話をしましたが、その後調べたところ、トランプ氏のこの話、全く成り立たないことが分かりました。アメリカにおけるシェールオイルの採算ラインは、おおよそ55ドル程度だと言われています。分析しているニュース記事や経済レポートによってちょっとばらつきはあったのですが、おおよそ採掘技術と採掘している場所によって採算ラインというものは変わり、それらについては最も安いようなところでも1バレル40ドル、そして高いところでは1バレル80ドル程度なければ利益が出ないという情報になっていました。そうした状況にあって採掘コストの問題を度外視して原油価格をどんどんと引き下げるようなことをすれば、ロシアよりもむしろアメリカのシェールオイル企業の方が赤字続きで倒産してしまいます。つまり全くありえないわけです。続いて今回の話なのですが、トランプ氏はアメリカ第一主義をとっています。アメリカドルの基軸通貨としての価値を高めるためには、世界中の人たちがドルを使うことを前提としなければなりません。しかし、ロシアに対しては制裁をかけていますから、アメリカドルを使った貿易決済が大幅に制限されています。さらには、アメリカが制裁している企業、特に軍事企業などとの関連で物資のやり取りをしているところは、ロシア以外の銀行や企業なども制裁対象として拡大適用されます。そのために中国、カザフスタン、トルコなどヨーロッパやアメリカから直接物を入れられなくなって他の国からの輸入に頼ろうと思った時にもロシア企業との貿易決済を拒否するといったところも増えていきました。つまり制裁には時間がかかり、その効果が徐々に現れてきている段階なわけです。しかしそのことによってドル決済から離れるいわゆる人民元決済貿易権が拡大することはトランプ氏にとっては耐えられないというわけです。そのために制裁政策そのものについて緩和しようというのであれば当然のようにロシアにとっては非常に心地よい状況を生み出してしまうでしょう。トランプ氏の中ではアメリカ第一主義がありますから、ロシアに対する制裁緩和に伴う戦時経済を下支えするということは彼にとってはさして気にしないことなのかもしれません。まずはアメリカが第一だというのは当然わかるわけですが、しかし同時に世界のことも少しは考えてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。